あみです。今回は私が普段やっているいろんな生き物を描く方法、スケッチする方法についてお伝えしていきます。私は基本的にいつも4つの工程に分けて描いています。1つ目はパーツ分け、そのシンプルな形で抜き出す方法。2つ目はそのパーツを縁取ってシルエットをはっきりさせる方法で、3つ目は毛並みとか色付けとかで、4つ目はもういつも言ってるんだけどね、自分好みに仕上げをして完成させます私の好みになっちゃうんだけど、そこから色をつけたりとかどういう描き方にも応用できるかなと思うので、その4つの工程を詳しく今回お伝えしていきます。お絵描き趣味で描いてるけど、もっといい感じに色になりたい人とか、ちょっとね段取りよく絵を描けるようになりたい方とか、そういう方にこうなれば嬉しいです。よかったら最後までゆっくり見てってね。私は普段 Pinterest という画像検索アプリを使っていろんな写真を参考に描くことが多いです。今回この可愛いカワウソちゃんをね発見したので描いていきます。まず1つ目の工程、パーツ分けからやっていきます。頭は楕円型とか丸で形を取ることが多いです。でその後にこうやって体の流れみたいなのをさっくり描いて、上半身と下半身に分けて描いています。次は腕に移っていきます。腕を1本そのまま描こうと思うと最初は難しいと思うので、2分割に分けて楕円型で描くとうまくいきやすいと思います。パーツ分けは全体のバランスが崩れないように土台を作っていく段階なので、薄めに描いて修正しやすくするところがポイントです。次は2つ目の縁取りをやっていきます。線をね綺麗に引くって結構難しいことなので、できるだけ短い距離を勢いで描けるように意識して引いてみてください。線を引くときに引きやすい手の配置とか角度とかその人によってあると思うので、実際に線を引いてみて自分が描きやすいなって感じるポイントをいろいろ探すのがいいかなって思います。大体のシルエットができてきたので、次3つ目の毛並みを描いていきます。毛並みの向きとかどう決めていますかって聞いてもらえるんだけど、このお腹だけくり抜いてシンプルな形で考えた時に、このシンプルな形に平行になるように線を引いています。こういう形に逆らった描き方をしても一つの味だと思うし可愛いんだけど、私はこの形に対して平行に最初は取っていくのが好きなので、こういう描き方をしています。後からね影をつける時とかメリハリをつけるために線を交差させたりとか重ねて線を引いたりとかして調整しています。この写真を観察した時に右上から光が当たっている状態なので、カワウソちゃんの頭の部分が濃い影を作っています。この部分は斜めに引いた線に対して真下に線を引いて濃さを出していきます。腕を縫っていく時もこういう感じで分解できます。円柱型っていうのかな。私は縦に線を引いているので、この円柱型の横の線に沿って縦に毛並みを描いています。私は今回縦に線を引いていったんだけど、横に毛並みを引いていくならこんな感じで円柱の上下に平行になるように引いていくと思います。で尻尾の部分ちょっと見にくくなっちゃったんだけど、尻尾を立体的に見やすくするために薄く補助線を引いてます。こうすることで補助線に対して平行になるように影付けとか毛並みを描いても立体的に見えるようになります。最後は私の大好きな仕上げをしていきます。結構ねパキッとしたポップなスケッチにしたいので 6B とか 8B の濃いめの鉛筆を使って仕上げをしていきます。これみんなにもおすすめしたいんだけど、こういう際の部分をね濃くするとうまく見えるし立体感が増します。こ
これ根拠があって、物と物がねくっついてる部分っていうのは光が一切入ってこないので、すごく濃い影ができます。この場合は脇の部分と腕の部分が接触しているので、濃い影が生まれています。こんな感じでカワウソちゃんのスケッチができました。せっかくなのでもう一匹隣に描いていきます。よかったら4つの工程をおさらいしながら見てみてください。猫ちゃんの頭を丸で取って小さい三角で耳を描いていきます。細身でスタイリッシュな猫ちゃんだったので、胸元は細長い楕円型で取っていきます。足は線で当たりを取って、太ももの部分と足は丸く取って描いていきます。目を左右自然に描くの難しいので、あらかじめ小さい丸で当たりを取っていきます。パーツ分けができたので、次は2つ目の縁取りをやっていきます。縁取りがいい感じにできたので、毛並みを描いていきます。この足の重なりの部分も光が入ってこないポイントなので、濃いめの影ができています。
で大体の毛並みの向きが完成したので仕上げをしていきます。こんな感じで動物スケッチできました。ちょっとでも参考になったら嬉しいです。